世界は今、ジェトログローバルアイ。新型コロナウイルスの影響で海外との行き来が難しい中でも、国を越えたオープンイノベーションによってユニークな事業や考えが生まれています。中小企業同士によるオープンイノベーションで新たなビジネスを生み出す企業を取材しました。家屋や線路が障害物となり、重機で入れないなど伐採が難しい場所でも安全に伐採できる特殊伐採技術。ロープを使ったクライミングで高い木に登り、少しずつチェーンソーで切断。伐採したものをロープで安全に地上に下ろすことができる。MAEC はこの特殊伐採技術に関する特許化やライセンスビジネスを行う企業だ。現場から得たヒントをもとに製品開発にも力を入れている。特殊伐採にこだわらず、建設現場などロープワークを使う業界でスムーズに作業できるための製品だ。 CEO の酒井さんは、人の安全を守る、そして繊細な動きをするものを作りたかったんですね。ソフトウェア周りとか AI 周りができなくて、で我々が作っているシステムっていうのはどうしても、AI 部分、ソフトウェア部分がすごくコントロールをする部分が必要だったので、そのコントロール制御部分を作れる人を探していた。自分たちのアイデアを実現化してくれる相手を探すため、さまざまなイベントに足を運ぶようにしていた。そんな時訪れたのが一昨年開かれた IT エレクトロニクス分野の見本市。その一角に設けられていたのが、海外の有望なスタートアップを集結したジェトログローバルコネクションだった。そこで酒井さんはカルロス・エスカランテさんと出会った。コロンビア在住でロボティクステクノロジーのエンジニアだ。カルロスさんが CEO を務めるヒューマンバイオニクスではメディカルデバイスの開発をしている。カルロスさんは AI や CAD デザインの領域で協力できると提案をした。酒井さんは彼らの提案に新しい製品を一緒に作っていける可能性を感じた。一方のカルロスさんは、Because it's a different company that bet for the technology, for the comfort, for the people that they work every day, and they like to look for innovative ideas in every step that they do. So I like it. I like the way that they think. 新しい技術を使ってより安全に働ける環境を作りたいという酒井さんの考えに共感を持ったという。しかし協業を続ける中、コロナ禍で多くの作業をオンラインで進めざるを得ない状況だった。そんな中でも彼らが次から次へとアイデアを出し、積極的に技術開発を進めていく様子を見て、酒井さんは、コロンビアだってすごい技術者たちが実はコロコロ転がっててハイレベルなんだよなんていうのは、でもちろん私も知らなかったですし、いろんな国に可能性はあるっていうのを最初からこの国はあれだなって決めつけずに、その国というよりもその人、その企業は素晴らしいんだっていうふうにのが絶対に当たってくると思うので。良いパートナーを見つけるためにはより広い視野で相手を見極めることが必要だと改めて感じた酒井さん。海外企業との協業で特に大事な互いの技術を開示するための秘密保持契約書、そして次に共同開発合意書を交わした。一つずつという書類の作業は淡々と進めていってます。お互いが同じ方向を向いてるなっていうのを確かめる上でも、契約書を結びましょう、いいですよってやっていくステップっていうのはやっぱり必要かなと思いますね。中小企業にとって一つずつ段階的に契約を結ぶことで、お互いの協業への向き合い方を確認することもポイントだという。今回の協業で一つのプロジェクトが実現に向けて進み出した。特殊伐採から得た特許技術と AI ロボティクス技術で開発している3次元施工装置。
大きな橋や工事現場での点検作業では大規模な足場や重機が必要だ。この装置が実現するとクライミングの技術がなくてもロープに吊るされた状態で、例えば縦横斜めなど360度行きたい方向に移動し、より安全に作業ができる。今は人じゃなくてね、機械で点検できないかっていうそっちの方面からのアプローチもあると思うんですけれども、安全に人がそこに点検に行けるっていうことをシステムでどうにか実現したいなって思ってます。ここ大阪にも CTEC2019 で出会った海外のスタートアップと協業を進める企業がある。センスシングスジャパン。画像モニターやカメラに他の機能を組み込み、さまざまな IoT ソリューション機器を製造している会社だ。カメラに関する画像技術の会社ですね。ハードウェアを開発している会社になっています。新たな製品開発での海外展開を視野に入れ、自社の技術を活かせるソフトウェア技術を持つスタートアップを探していた。CTEC で出会ったカナダのモーションジェスチャーズは従業員10人ほどのソフトウェア開発のスタートアップだ。この会社の主力事業はハンドジェスチャーと呼ばれる技術。高度な人工知能と機械学習テクノロジーを組み込んであり、関節と指先の21箇所を検出する。協業事業で開発を担当する専任技術者の高野さんはこう語る。 AI の常識を覆すような AI の作り方ができる。彼らの本当の強みは本当に独自性のある AI 技術を持っていると、正直本当に感心しています。一方、モーションジェスチャーズが手を組んだのは、自動車やゲームなどが世界的にも強い日本の企業と製品開発を行うことで、日本国内や世界への市場開拓につながると考えたからだ。去年夏、両社はパートナーシップ契約を結んだ。日本側では早い段階から技術者を協業のチームに入れることで技術の理解度を高め、画像処理技術とハンドジェスチャーをどう応用していくか検討し始めた。そんな時、コロナ禍での非接触を2社の強みが活かせるマーケットとして見込んだ。そしてすぐに実用化に向け、いくつかのデモ機を製作したのだ。手の動きを認識して車のドアの開け閉めを行える機能。自動運転中にリモコンやボタン操作なしで手の動きだけで音楽をかけたりエアコンをつけたりすることも可能になるのだという。3階建ての商業施設を意識して、デモを作っています。カメラに向かって見たいフロアの数字を指で示したり、スマートフォンのスクロールのような動きをすると、それに合わせて画面も変わっていく。拡大・縮小も手の動きだけで行うことができる。病院や公共機関などのデジタルサイネージやキオスク端末にも応用できると期待している。センスシングスジャパンの梅津さんは、協業が成功していくためのポイントについて、この技術がどこのマーケットで活かせるのか見極めること、技術を理解し使いこなせる技術者を早くチームに引き入れることだと考える。さらに大切なことについて、我々も中小企業ですけども、先方もやっぱりスタートアップ、まだまだ若い企業なので、リソースが限定的だと。リソースイコールも彼ら本当にキャッシュなので、やっぱそこに意識を我々もして、でまずスピード感を持って対応するっていうのが一つと、デモ機も作ってって言ってもうそこで作ってもらって、本来の技術の良さをよりよく伝えれるかな、結果ビジネスになるかなと思いますので。
中小企業だからこその小回りの良さとスピード感で目的を共有する。その姿勢はパートナーからの信頼を得ることにもつながっていた。So we're very different from other Japanese companies who would take a lot of time in understanding the tech and then developing plans. They actually hit the ground running from day one. And after that, they have also understood our way of working as a startup. 海外企業とのオープンイノベーションでは、協業する目的を明確にすることが大事なんですね。そしてやはり不可欠なのがお互いのコミュニケーション。より理解を深めることで大きな相乗効果を生んでほしいですね。